皆さんこんばんは、肋骨パキオです。花粉症じゃないですか？大丈夫ですか？ですね、上司が花粉症みたいで、くしゃみをよくするんですよ。ふとした会話でですね、いや、くしゃみ、もう最近本当によく出るんだよな、みたいな、花粉今年多くて、みたいなことを言ってて、で、パキオ花粉症じゃないので、そうなんですか。花粉症って辛いんですよね、みたいなことを言ってたんですよ。その上司がね、いや、くしゃみ一人だったらいいんだけど、やっぱ電車の時とかって、やっぱくしゃみしたくないじゃん、みたいな。花粉症なんだけど、最近流行ってる感染症とか、いろいろエチケット的なものもあるから、くしゃみ出したくないんだよね、みたいなこと言ってて、で、パキオそこで、くしゃみ止める、めっちゃいい方法ありますよってアドバイスしたんですよ。昔やってた伊藤家の食卓っていう裏技を紹介する番組がね、あったんですけども、それでパケオがその裏技で覚えているのがくしゃみを止める方法なんですよ。鼻と唇の間のへこんでる部分あるじゃないですか。ちょっと山みたいになってる。そこにくしゃみを止めるツボがあるんですよ。で、くしゃみするときの、で息を吸うときと同時に押すとくしゃみが止まるんですよね。そう。で、それを上司に教えてあげたんですね。でも、パキオね、ちょっとね、いたずら心が働いちゃって、そのツボをね、加トちゃんペイでね、押すといいんですよって風に言ったんですよ。わかる？人差し指と中指をね、ピーンって伸ばして、で、吸ったと同時に、そこにペーって当てるの。息を吸うときに、加トちゃんペーってすると、止まりますよとかって風に言って。だからね、そうやってやると止まりますよとかって言ったら、ありがとう。やってみるねとかって言って、50ぐらいのおじちゃんなんですけども、ね、それでね、くしゃみをね、って、する時あるじゃないですか。これくしゃみ来るぞ来るぞ来るぞ、みたいな。で、パキオのね、隣の席でね、ってやってて、やるかカトちゃんペやるかカトちゃんペやるかって言ったら、ピピ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 ピってやってて、ピピピピピ息吸う前にピピ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 ってやってて、タイミング違うけど、みたいな思いながら。それで、タイミング違うから、ピピピピクシャーンみたいな感じになってて、止められてなくて、パキ笑っちゃって、いや、ちょっと、上司、息吸う時です、とかって言って、って時にペってするんですよ、とかって言って、ペペペペペってやってて、めっちゃ面白かった、あれ。本当に。要は、ここのツボを押せばいいだけですから、別にペじゃなくてもいいんですよ。ね。グーにして人差し指のところでグーって押すだけでも全然いいので、パキオはそうやってるんですけども。だから、ちょっとパキオ、ちょっとだけ意地悪しちゃったなって思います。そのうち、花粉の季節が終わった頃に、加トちゃんペじゃなくてもいいですよっていうのを教えてあげようかなっていうふうに思います。はい、ということで、今日はですね、大人気コーナーです。ラジオ始まったぞ。みんないらっしゃい。マイクよし、音源よし、マッチョよし。違う、よそ見するんじゃない。さあ、今夜はみんなパキっちゃおう。肋骨パキオのパキラジ。皆さん、おつパキヤホパキパキっちゃおう。世界のみんなで虹色ピース。肋骨パキオです。肋骨パキオのパキラジは、肋骨が折れちゃいそうなくらいの元ガリオの30代ゲイが自宅のウォークインクローゼットから配信しているドキュメンタリー系ポッドキャストです。それでは今夜も肋骨パキオにお付き合いください。万太郎の屋根裏小話。このコーナーはウォークインクローゼットから屋根裏部屋に移動して、万太郎がちょっと聞いてほしいことを一方的に話すコーナーです。はい、今日の小話何ですか？今日の小話は、百貨店の化粧品売り場についてです。そうですね。はい。今日、ウィキッドを新宿に見に行って、はい。そのついでに伊勢丹で、はい。化粧品をね、はい。もう買いに行ったんですよね。買いに行った。はい。パキオは、
あ、ちょっと簡単にお勧めするんですけど、はい。エストのピュアファイマッサージウォッシュっていうはい。炭酸の泡でこうんう洗顔する、うん。すごいお気に入りのはい。ものがあって、はい。これの詰め替えを買ってきました。ね、アットコスメでもランキング1位の。そう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 。で、あとはカネボウのはい。日焼け止め。これはマジおすすめで、はい。ベイルオブデイ。うん。これは本当に塗っても全く、これね、うん万太郎も1本買って、2人で1本ずつね。そうなんだよね買って。はい。もう去年の夏使って、はい。これはリピートだねって言ったんだよね。そうだね。うん。なんか、日焼け止めって塗ったらさ、うんボッテリとかしちゃうけど、うん。そんなこともなく、美容液も入ってるから、うん。なんか塗ってもうん。荒れないというか、あれない。ね肌に負担が全然日中用美容液っていうカテゴリーだからね。うんうんう。うんん。そうなんだよね一年中使える、うん。なんだろうんう、軽さというか、うん。そうとても良いと思います。まあちょっと簡単な紹介なんですけども、はい。で何いやですね、今日ちょっと気になったことがありまして、パキ君とお買い物をしてて、何パキ君さ、せっかく百貨店で買い物してるのに、うん手ぶらで帰ってこようとするじゃないですか。はいはい。そうですね。そう。百貨店の化粧品売り場っていうのは、うん。お買い物をする、うん。もしくはしなかったとしても、うん、興味があるものを、うんこれって何なんですかとか、うん初めて、うん見たんですけど、最近出たんですかとかって、うんとりあえず質問するうん腕に、うんじゃあお客様乗せてみますかって乗せていただく。うんうんで、帰り際に、うんよかったらサンプルお入れしときましょうね。まで行くのがワンセットなわけ。いや、それで言うとね、うん。初めてうん、こう伊勢丹に行った時とか、はい初めてそのお店に、うん。こう立ち寄って、うんどれにしようかな、本当に試してみたいなっていう時は、うん。こう言えたんだよ。わかるわかる。うんでも、今回、カネボウもエストも、うんもう目的決まってるから、確かにね。もうこれ同じもの買いますっていう時に、もらいづらくない、あ、なるほどね。そだからもう、スーパーに、うんもうジャワカレーのカレー粉を、うんこれが必要だから買いに行ってるみたいな感じの時に、う。うん。他のもので別にそうだよ。困ってないから、もう目的買いだからね。だからさピ、ッピッって。ジャワカレーのうんその棚行きました。はい。そしたら隣にね、うん。ゴールデンカレーの試食屋さんがやってて、うん。試食の人がこう立ってて、うん。でもジャワカレーをもう持つことは分かってんのに、うんわざわざゴールデンカレーの食べますかって話ですよ。食べるのよ。食べるんですよ。そう。だってもし食べたら、うん実は今ゴールデンカレーキャンペーンをやってましてって言って、うんなんで一皿用うんうのん、なんかパッケージをくれるかもしれないじゃん。で、なんならくれるのが化粧品売り場なの。はいはい、うんああ。そう。カレー売り場はくれないけど、うん化粧品売り場うんはくれるんです。おーうん。で、ちなみにこれ聞いてる人も、うん重要なことなんですけど、自分が関心があるものを明確に伝えないと、うん特に男性のお客さんに対しては、うん割と、これごめんなさい、美容部員の皆さん申し訳ないんだけど、うんちょっと雑にうん化粧水だけ入れられちゃったりする。いや、今日もあったよね。これあるあるなんです。今日もどのお店か言えないけどさ、うんなんか、これ気になってんだよね、みたいなことをバーって二人で話しててさ、そしたら、いらっしゃいませ、気になるものがあったら、みたいなこと言って、うんうんそう、これ気になってたんですけど、これ、こうなんですかって言ったら、そうそう、こうはこうで、みたいな、じゃあよかったら見せてください。で、終わりだったよね。そうなの。あったよねそうなのまあ、あでる。うん試供品、そうよかったら持ってきませんかじゃないのみたいな。まあ、よかったら持ってきませんかはもちろんそこまで親切な人は、アルビオンの店員さんくらいですね。言うなよ。そう、だからブランドによってうん結構違いがあるから、うん少しこう聞くだけで潤沢にくれるところもあれば、うんやっぱりある程度しっかり、サンプルが欲しいっていうよりは、うん購入の意思を見せる。要はうん購入を検討してますよと。そのために、ただ試さないと買えないから、サンプル、ご試供品をいただけたら嬉しいですうんっていう意思を伝える。うんうんえ。これが大事です。でもさ、自分らさ、うんもう二人でさ、うんそのデパコスのとこ回るときってさ、もうめったに行かないからさ、うんもうここぞとばかりにさ、はいお風呂行った時用と、うんあと、旅に行った時用の、うんで、試供品をさ、いかに多くもらおうっていうのがさ、うんもう、もうサインするじゃん。もうここはいっぱいもらうよみたいな。うんもう言葉では言わないけど、目でね。ここはもうもらうよみたいな、うんあるじゃん。じゃあもう、
うん初めて行った時は自分も言えるんだけど、はいはい。今回みたいに目的を決められてて、はい。そこからさらにもらう時にはどうするかっていうのをちょっと言っとこう。パキってしまいますわ。今回みたいに目的を決められてて、はい。そこからさらにもらう時にはどうするかっていうのをちょっと言っとこう、みんなにあ。、なるほどね。だってさ、もうさ目的決まってるってことはさ、はいはいもう常連ってわけじゃん。はい。ある程度多分もう知ってるっていう風に思われるじゃん。うん。で、そこでさ、これとかどうなんだろうとかって言ったらさ、はい。あんたら前ももらってませんかみたいな。うん一応多分説明してますよねみたいな。うん思われるかなと思ってさ。うん。わかります。特にその悩みが多いのは、うんお店によっては、どことは言わないけど、うんお店によっては、うん購入履歴だけではなく、サンプルのお渡し履歴も残すブランドもあって、そうなんだ。はい、うん。さっきパチ君が買って言ってたベールオブデー買った、うん日焼け止めのね、うんカネボウはサンプルのお渡し履歴もつけてるんですよ。マジか。そうなんです。なので今日パチ君はサンプル何もらいましたもか、らったかなで。今日ね、いや、よかったよね、金棒さん。はい。びっくりしたのが、これだよね。これね、うん美容液を朝夜、それも3日分ももらったんですよ。はい。こんなたっぷり、6回分だよ。ね。もらえるんだと思って。そう。 3日試してもらった方が、より実感できますので、っていう風に渡されて。 6袋でねこんな丁寧な。ちなみにですね、60ミリで14,300円なので、はい。 1回0.6ミリ入ってるから、かける3.6で840円分ですね。計算早っ。840円分いただいたんだ、今日。うんだけで。正確に言うと858円分だけど、これ税込み税込み。あ、すごい。はい。あ、そう。うん。いやで、うんで、今度パチ君と万太郎に、この導入美容液うん。を渡したっていう記録がついてるわけ。あ、そうなんだ。そう。だから次回行った時に、うん何食わぬ顔して、うんこれ何ですかっていうのはやっぱ無理があるわけ。うわぁじゃあこれ、でももう一回。ラストオブデイ、うん、これ。うん。でもね、もう一回欲しい時はじゃあどうしたらいいかと。あ、いいね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 。前回使ってみて、うんなんか良かった気がするんだけど、あれどんなだったかな、もう一回試してみたいっうん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 。て言えばいいだけなの。ねえ、本当にそれ、もらえる割とそのまんまって。買えやってなんないいや、なぜなら、同じく金棒さんのうん化粧水かな、オイルとローションと、うん振って使うタイプの化粧水を今うん金棒さんは多分出してるはずなんだけど、うん私あれすでに4回サンプルもらってるので、そうもらいすぎなんだけど。そう。何か買った時にいつも迷って、でもなんだかんだあれが一番うん。自分はうん使えるというか、要は、化粧水のサンプルって旅行先ですごい使えるわけですよ。いや、本当にね、この前の大阪行く時もそうだけど、なんか旅行のたんびにいつも金棒さんいただくんですよ。はい。だからなんか、いつの間にもらってんのみたいな。一緒に行ってた以外、行ってませんかみたいな。あ、行ってる。行ってるうん旅行出張前には、うん。一人でも百貨店行くから、百貨店ツアーツアーそう開催してる。で、もう、最悪出張先で夜。まあ、それが一番早いじゃん。あれとあれ入れ忘れたみたいな時に、じゃあ、化粧水はあそこでもらって、美容液はあそこでもらおうみたいなさ。そう。皆さん、あんまやりすぎると、化粧品小じきになるので、化粧品こじき。なので、そのデパートでもスーパーでも試食って減ったと思うけど、昔百貨店に行ったら、そもそも試食コーナーがすごい多かったじゃないですか。わかる？世代的にわかるよね。わかる。私それすごい好きだったんですよ。子供の時親に連れてってもらって試食しまくって。でもあれ今なくなった代わりに、今私にとっての試食じゃないけど、試食ってかもはやほぼ電品もらってるもんだけど、コスメコーナーですね。パキ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 ッとチキラブキラキラマジックレボリューション、魔法かけちゃうぞ。いや、なんかさ、まあ前一緒にやったじゃん。デパコスでさ、はいもういっぱい試供品もらうツアーみたいなのしたじゃん。はい。その時よりも、うん今回もらった時の方が、うんなんか量が多い印象だったんだよね。ああ、そうだね。なんか前だったらさ、うん1回分とかうんだったけど、うん。なんかもう今回6回分もらえたりとかさ、うん2袋分とかもらったりとかさ、うん。
二人とももらえたりとかさ。確かに。そうなんかすげえ、羽振り良くなったなと思ったんだけど。まあそれは正直たまたまだってこともあるけど、まあ二人で行くっていうのは一つ大事かもしれないですね。特に慣れてない方にとっては、会話が持たなかったりして困るかもしれないし、あと、なんならパキ君すごいなって思うのは、聞いてる人ちょっとイメージできるかな、コスメのコーナーって、こう、お店とお店の感覚が近いじゃないですか。違うブランド同士で。順番に隣の、なんていうの ?A のお店行って、隣の B のお店行って、さらに隣の C のお店行って、だんだん発言が直線的っていうの、最初の頃は、まあ、買ったついでになんかちょっとおどおどしながら、なんか聞かれたら答えるくらいだったけど、3件目、あなた行った瞬間に、何か気になってる商品ありますかって言われた時に、サンプルをいっぱい欲しいんですけどって、一個言っていいですか？本音が出すぎです。サンプルが欲しいんではなく、購入を検討するために判断材料が欲しいっていうのが意図なわけ。サンプルが欲しい。しかもいっぱいは。で、あげく4件目、ファッサンであなたなんて言われました？何言った？いっぱいは差し上げられないんですけど、って言われてたんですよ。そんな直接的なこと言ってた？言ってた。サンプルがいっぱい欲しいって。超失礼な人じゃん。しかも、気になるもの何かありますかって言われたら、気になるものいっぱいあって、とりあえずサンプルいっぱい欲しいんですけど、って、本音が出すぎ。それで速攻言われたもんね。いっぱいはあげられないんですけど、とかって言って。でもね、あの後、ちょっと上手だなって思ったのは、一通り、ちょっと気になるものを、これってなんだろう、あれってなんだろうって言って、まあ実際今回初めてだったじゃん。から聞いていって、で、丁寧に説明もいただいて、で、一番これが気になるっていう、クレンジングジェルがね、気になりますって言って、じゃあ、これ、こちらのサンプル用意させていただきますねってなって、で、パチ君一回引こうとしたじゃん。引こうっていうかもう、ありがとうございます。で逆に、最初あんだけ押したのに、スッてそれで引いていくもんだから、店員さんも、よかったら別のちょっと、ね、聞いてたやつも、そうそう、こちらも気になるようでしたら、ご一緒に。サンプル入れときますねって。言われたわ。そうそうそう。で、あれはね、大事かもしれない。待って、わかった。これ恋愛の仕方と一緒だわ。押してダメなら。結構自分そういうタイプかも。最初わって攻めて、で、なんか、引いたなってなった時に、もうあんまりいかないもん。それにしてもね、雑。待って、でも本当に恋愛の仕方出てるわ、これ。恋愛も雑だもん、自分。結局。まあちょっとね。で、しかも、すごく性格が出てるなと思うのは、1件目、2件目の時と違って、やっぱ3件目、4件目になってくると、もうなんか慣れてきてるし、なんか、失うものは何もないくらいな感じで、別に恥ずかしくないしくらいなテンションで行って、そうそうそう。なんか、だから逆に堂々としすぎてて、もうちょっと遠慮しようよって、は思ってました。いや、そしたらさ、そこ二人でさ、こうやってやってる時にさ、遠くでさ、友達カップルがさ、いたよね。いた。やばい、見られたかも。大丈夫、あの時はね、会計してる最中だったから。そう。そんな。サンプル小じき。サンプル小じきだとは思われてない。思われてないかな。そう。なんか、みたいな感じでさ、絶対近寄ってこないでって思ったもん。まあそうだね。バレちゃう。めっちゃサンプルこの両手に抱えてるのバレちゃうと思って。で、多分あの二人はさ、そういうのに全く困ってなさそうな二人だから。そうですね。ちょっとリッチな方ですからね。そう。から、ちょっとね。絶対来ないでと思った。見せられないよね。見せられない。しかもあれ1件目だったからね。そうだよ。我々の計画がね。本当に、そう。でも本当にね、たくさんもらって、1個自慢したいんだけどさ、これ多分入ってないじゃない？これ何？エストさんで、はい。ローション入ってた？多分ね、そう。多分ね、多分ね、入ってないと思うの。なんでかっていうと、パチ君が買ったやつにはローションのサンプルがさ、そもそもついてるプランだったし。そう、今回、期間限定で、その洗顔に加えて、ローションも、プレゼントしてくれたんですよ。ついてる。待って。これすごいの。見て、8袋ついてんの。すごくない？もはやさ、待って。エストの、これもついてる。老化防止の用の。老化防止って、エイジングケアね。老化防止。シーバ改善のこれ、なんだっけ、リンクル。すげえ、こんなくれたの？エストさん、私何も買ってないんですけど、パチ君のお使いに一緒についてったら、エマルジョン乳液ですね。4袋。シワ改善のエイジングケアの美容液。これが2袋。でさ、ここまではまだ、でもこれでもかなり多いと思うけど、なんとローション
8袋。すごくない？ 8袋だって朝晩使ってもさ、4日分4日分でしょ？すごいじゃん。今度4月末に大阪に4日間行くので、大阪じゃない、京都だ。うん。その時これ持ってこう。そうしよう、そうしよう。いいじゃん。てか、すごくない？いや、すごい。だってなんでこんなくれたの？だって、自分さ、このセットにしなくてよくないぐらいじゃない？これ8回分も。これもうちょうだいじゃん。なんて30ミリのローションさ。すごい。これ何ミリ入ってんだろう。原価計算そんな原価感じでじゃないわ。デパコスとかって皆さんもらうことありますか？もうこんな。もらうことありますか？じゃあ買うことありますか？もう化粧品小じきになってるから。もうね、知ってる？この前はね、ファーストクラスでファースト小じきって言ってる。ファースト小じきからの化粧品小じきになってるからね。本当にね。万太郎さん、ただでもらうものが好きな人みたいになっちゃってる。ね、ブランディング大丈夫ですか？本当に。よくないね。基本買ってるんですよ。ちゃんと買ってるよね。買ってる。そう。別にただもらって帰ってきてるわけじゃないんです。そうなんだよね。ちゃんと買ってますもんね。ということで、今回の小話はこの辺で終わろうかなっていうふうに思います。はい、ということで、肋骨パキューのパキラジは毎週火曜日に配信中です。肋骨パキューのパキラジをもっと楽しむコンテンツが概要欄に貼ってありますので、チェックしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。せーの、パキッチャオ。バイバーイ。バイバイ。また聞いてね。Thank you for listening. It's your power station, Paki Radio for you. PAKI FM Pakidaji Love. Non-stop radio.